どんな時にもあなたは幸せを選べます。どんなに悲しいことや辛いことがあっても、誰もが今すぐ幸せへの道を選択することができます。でも、世の中には自分が不幸である理由を並べて、私はなんて不幸なんだと決めつけている人の多いこと。幸せと不幸は一体誰が作るものでしょうか。それはすべて自分です。自分の人生の責任を取れるのは自分以外には誰もいません。試験に落ちても、失恋しても、大事な人に先立たれても、それでも幸せであるべきです。どんな理由であれ、自分の人生には辛いことしかないというのは人生を無駄にしています。いくら悲しくて辛くても幸せになる権利がある。このことを人生のルールにしましょう。自分の人生が幸せか不幸かどうかは自分が決めるということを忘れないでください。お釈迦様は幸せについてこうおっしゃいました。幸せは自分が作るもの。不幸も自分が作るもの。真にその幸せと不幸は他人が作るものではない。自分が抱えている不幸という名の荷物を下ろして他人の痛みにも目を向けてみましょう。どんな状況であっても今、真っ先に自分が幸せになりましょう。あなたは今、自由になるべきなんです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、誰よりも先にあなたが幸せになりなさいという本をご紹介します。著者は、韓国では知らない人がいない、とっても有名な僧侶であるポムリュンさんで、韓国のアイドル、俳優、スポーツ選手、政治家などから心のメンターと慕われており、本書も BTS の J-Hope が読んでいたと話題にもなりました。この本のテーマは一言、幸せも不幸も自分が作り出すもの。だから穏やかなメンタルで人生を幸せに過ごしていこうというものです。前編、ポムリュンさんの教えという形で語られていくんですが、語り口と優しい本のデザインが相まって、柔らかな雲に包まれながらお話を聞いている感覚になります。とっても癒されるんです。また、自分だったらどう考えるかなという題材や具体例が多くあり、癒されながら自分自身と語る時間が作れると思います。本動画ではこの空気感をお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。なぜ幸せは自分次第なんだろう。残念ながら人生のほとんどは自分の思い通りにはならないようです。愛されたいと思っていたのに逆に傷つけられたり、よく面倒を見てあげた相手に裏切られたりもします。これは神様が決めたことでも偶然でもありません。ただ、その原因に自分が気づいていないだけです。実のところ、多くの人が今、幸せではないと思っている理由のほとんどは、手放せないことが原因です。例えば、自分には見当もつかない理由で、いきなり誰かに罵倒されたとします。それは、その人に突然ゴミを押し付けられたようなもの。それなのに、多くの人はそのゴミを握りしめたまま、嫌なことを言われた、馬鹿にされた、あの人は悪い人だ、と言い、そのゴミを一生手放しません。でも、それが本当にゴミなら投げつけられたとしても受け取らないか、うっかり受け取っても、あ、汚いな、と言ってすぐに捨ててしまうでしょう。自分のネガティブな感情も同じこと。ゴミなのにまるで大切な宝物かのようにずっと心の中に抱えていると、いくら頑張っても幸せにはなれません。幸せを妨げる原因はたくさんあります。自分の考えにとらわれ、くよくよしていませんか？あるいは気持ちが満たされないせいであったり、なかなか直せない習慣のせいであったり、もしかすると不公平な社会のせいかもしれません。だとすれば、気持ちの晴れない時は自分の心と向き合い、与えられた条件の中でベストを尽くしてみて、それでも納得がいかない時は改善に向けて努力してみましょう。変えようと一歩踏み出さずに不満を漏らすだけでは何も変わらないんです。自分の人生の主役は他の誰でもない自分なのです。幸せはどこからかもたらされるものではなく、自分が気づいていくものだと考えてみてください。自分の人生は自分のもんなんだと意識することで、自分を変え、世の中を変える大きな力を持つことができるんです。
ありのままの自分からスタートする。バスの停留所に同じバスを待っている人が大勢いても、それぞれの考えは違います。なんでまだ来ないんだよ、とイライラしている人もいれば、朝っぱらから妻に小言を言われなければもっと早く出られたのに、と遅れたことを誰かのせいにする人もいれば、きっとバスが混んでるだろうな、と心配する人もいます。そんな中で余裕を楽しんでいる人もいます。イライラしてもバスが早く来るわけでもない、と考えてゆっくり待っています。到着したバスが混雑していても、乗れただけでよかった、と考えます。こうした一瞬一瞬がつながって人生が出来上がるんです。イライラや不安が原因で大切な瞬間を楽しむことができずに後悔するかと思えば、条件が揃わないときは不安になり、条件が揃ったら揃ったでそれが消えてしまうことを恐れる。そうこうしているうちに何も満足できずに時間だけが過ぎてしまいます。ここではないどこかを求め続けて、誰もがこれが良い選択だと思いながら日々生きる道を決めています。でも、後になってその選択がそこまで正しくなかったのかもしれないと思うこともあります。例えば、幸せになるために結婚したのに結婚生活が不幸の連続だったり、子供が欲しくて産んだのになんで産んだんだろうと思うぐらい育児で悩んだり、思いもよらない結果に対して後悔し苦しみます。そしてこんなことを考えます。私の人生って本当にこれでいいの？自分はただ世間に流されて生きているだけでは？皆さんの人生はどうですか？ある男性が家も捨て、財産も捨て、名誉も捨て、悟りを得るために出家したのですが、仲間の僧侶たちと一緒に暮らすうちに、こんな集団生活を送っていたら、とてもじゃないけど悟りは開けないと思ったそうです。お寺での生活にはそれぞれ役割があります。炊事や掃除の他にもやるべきことはたくさんあって、修行の時間が足りないと感じたのでしょう。いっそのこと、誰もいない山奥に行って修行に専念しよう。そう決心し、山奥にテントを張って住処を確保し、食べ物は村から分けてもらいました。すると、集団生活をしていた頃よりも仕事が多くなってしまったんです。テントを修理したり、食べ物を運んだり、毎週長い道のりを町と往復する必要も出てきて、みるみる修行の時間が減っていきます。それに加え、体調も思わしくありません。医者に行くと栄養失調と診断され、1日に牛乳を1杯ずつ飲むようにというのです。山奥で牛乳が手に入らないので仕方なく、毎日山から降りて村に牛乳を飲みに行きました。でもそれも大変だったので、今度はヤギを何匹か飼うことにしました。ヤギの乳を飲むことで村まで行く手間は省けましたが、新たな仕事が増えました。ヤギの世話です。首輪をつけて散歩させ、餌である草を集めて、それを食べさせて。ヤギのおかげで栄養面は解決したけれど、修行の時間がもっと減りました。このままではいけないと思い、人を雇うことにしました。でも、人を雇ったらお金を払わなければなりません。それまでは宅発で自分の食べ物だけ確保すればよかったのに、今度は雇い人の食べ物とお金まで用意しなくてはならなくなり、宅発の時間が一層長くなりました。いっそのこと、結婚しよう。雇い人と結婚したところ、賃金を払う必要もなくなり、家のことも代わりにやってくれ、男はほっとしました。これからは修行にだけ専念すればいい。そう思いました。ところが、子供ができたんです。こうして、悟りを開こうと、家と家族を捨てて出家した男は、最終的に山奥で結婚して子を設け、日々の生活に追われていきましたとさ。皆さんはこの修行者を実に愚かだと思うかもしれません。でも、多くの人の暮らしがこうなんです。その時その時は正しかったと思っても、楽な方を選び続けた結果、本来の目的と意味を忘れてしまう。辛いことがあると、一層俗世を離れたいと言い、出家してからは修行が辛いと言い、俗世の暮らしを羨ましがります。よく、お金さえあれば幸せになれる。結婚したら幸せになれると言われます。でも、お金を稼ぐことや結婚することは幸せの条件ではありません。その次は子供が欲しいとなり、子供が生まれたら早く小学生になって欲しいというふうに次から次へ幸せが欲しくなります。
そうして幸せの条件を変えながら生きることで、本当の幸せとは何かに気づけないまま終わってしまうんです。富や名誉、家族、友達といったことは悩みの原因でも幸せの条件でもありません。ある時はそのおかげで幸せだと思い、またある時はそのせいで苦しいと思う。そうして極端な状態を行ったり来たりしていては、決して苦しみから抜け出すことはできません。人生に答えはありません。自分の選択に沿って生きるだけです。それでも、どうしようと悩んでしまうのは、自分が選んだことに対する責任を負いたくないと思うからです。人生はこれがいい、これが悪いと決められるものではありません。選択とそれに対する責任が存在するのみなんです。自分の選択に対して責任を負い、その結果をしっかり受け止める。そうすることで何が起きても苦しんだり恨んだりすることはなくなります。あなたの物差し、私の物差し。誰かと初めて会ったとき、相手と自分は違うという前提で接しますよね。注意しながら相手の気持ちを探ると思います。慎重に会話を進めるうちに共通点を発見したら、自分と考えが一緒、地元が同じ、名字が一緒といったことで打ち解けていきます。その後は友達になったり、恋人になったり、同僚になったりしますよね。そうして一旦仲良くなると、互いに違うという前提が、私たちは一緒に変わります。一見強い絆で結ばれているようにも感じられますが、実際にはここから葛藤が始まります。自分と同じだと思っていたのに、実はそうではなかった。ある日ふと、性格や価値観、食べ物の好みも違うことに気がつきます。だからといって相手が心変わりしたわけではありません。ただ自分が相手の一部を見て自分と相性がいいと判断していただけのことです。それなのにまるで相手の態度が変わってしまった。あるいは相手が何か悪いことでもしたかのように思うと問題が起こってくるんです。私も OK、あなたも OK。山に行くと背の高い木だけが生い茂っているのではなく、背の高い木の下に背の低い木も育っているのがわかります。それぞれ姿形も違うのに、そこには争いがありません。それなのに、お互い好きで結婚した夫婦の間で喧嘩が絶えないのはなぜでしょうか。夫の下げ癖や妻の小言が原因でしょうか。そうではありません。飲んで帰ってきた夫に、また飲んできたの？体にも悪いし、お金だってないのに、どうして？と責め、妻の小言に、またそれか？いい加減にしろよ、と言い返すからです。お互いに自分は正しくて、相手は間違っていると言っているようなものです。共に暮らしていくためには、お互いの違いを認める必要があります。自分は生きたいけれど、相手は生きたくない時もある。あるいは、自分は好きだけれど、相手は好きではないかもしれないということを認めることです。相手の考えの方が正解だと思うのではなく、人や立場によって価値観や考え方が違うことがあるということを理解すれば、妥協の余地が生まれます。相手に性格を直してもらおうと思うより、まずは自分から相手のことを理解する。相手が悪いところを直すべきだと思うときこそ、相手が自分で気づけるようにチャンスを与えるようにしてみてください。もしも夫が家事を全くしなかったら、それなら外での仕事を頑張ってもらおうかなと考えるのも一つの方法ですが、夫に少しでも家事をしてほしいと考えるなら他の方法があります。例えば、体調が悪くて家事ができないふりをして、ねえ、今日は具合が悪くて起き上がれないの、コーヒーを入れてくれる？と頼んでみましょう。座ったまま、どうして私ばかりコーヒーを入れなくちゃいけないの？あなたもやってよ、と言ったら喧嘩になりますが、寝込んだ状態で、ちょっとお腹が空いちゃったんだけど、何か作ってもらえる？と言えば、夫が変わるチャンスを与えられます。他人を変えるのは非常に難しいことですが、いっそのこと自分が相手に合わせて変わってしまった方が楽です。嫌がる人を無理やり直そうとせず、工夫を重ねて変化へと導きましょう。冒頭でもお話ししましたが、とにかく読んでいるだけで癒しが得られる本なんです。途中に出てくる問いかけや具体例に、なるほど、と納得したり、いや、そうは言ってもそんな風に考えられるだろうか、と自問したり、とにかく自分だったら、といろいろなことを考えさせてくれます。また、韓国ならではの社会事情なども垣間見え、スパイスとして効いています。
何よりもまず自分が笑顔になろうというとても希望に満ちた本ですので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。